それでは今回は長襦袢を半襦袢と裾よけにしていく工程をご覧いただこうと思います。この長襦袢ね、子供用なのかなっていうぐらいすっごく着丈が短いので、半分でカットして、上は半襦袢、下は布を出して裾よけにしていこうと思います。作業しているのは、皆さんこんにちは。おしゃれ着物が着たい久美子です。解説の方もおしゃれ着物が着たい久美子になっています。よろしくお願いします。それでは、半襦袢の着丈の長さを、測っています。今回は56センチで測っているんですけど、意外に長いなと思って手持ちの半襦袢を持ってきたんですが、やっぱりそれぐらいの長さ必要でしたね。この長襦袢がちょっと短かったので、すごく長く感じたのかもしれないです。はい。で、まずこの着丈の出来上がり線で印をつけようとしましたが、なんと今使ったチャコペンが白いチャコペンで全然色がつかなかったので、紫色のチャコペンに交換しました。はい。長さを測りましたので、ここから出来上がり線を引いていこうと思います。使っていくのはアイロン定規ですね。アイロン定規と、チャコペンシルで線を引いていきます。ちょっとですね、カメラ映りの場所が悪いなと思って、全体的に上にずらしましたので、さっきの一番初めに線を引いたところと違う場所のような気がしますが、同じ場所です。でね、このチャコペンシルが時間が経つと消えるチャコペンシルなんですけど、ね、自然に消えるのがね、ちょっと早すぎて、引いたそばから消えちゃいましたね。なので、何箇所か線を引き直します。はい。で、その線を引いた後に、今度は、カットする線ですね。縫い代を含めてカットする線を引いています。こういう時はね、このアイロン定規めちゃくちゃ役に立ちますよね。2センチの縫い代を取って線を引いて、でここをカットしていこうと思っています。前身頃にも線を引こうかなとは思ったんですが、後ろ身頃とね、整えてザクッと一発で切っちゃえばいいかなと思って、今綺麗に畳み直して、で、切っていこうとしています。ピンキングバサミで切ろうかなと思ったけど、いい感じの重みがあるので、これは重しにして、で、子供の裁縫バッグも重しにして、カットしていきます。ここね、今見ましたか？危うく出来上がり線にハサミを入れるところでした。皆様もお気をつけください。はい、それでね、思い切ってザクザクいっちゃいます。接中心まで切れたので、生地をね、半分こちら側に寄せて、で、接中心から反対側まで切っていこうとしています。はい、ざっくりと半分にカットができました。これで今度は、脇のところですね。こちらをほどいていこうと思っています。このやり方は三角さんの動画の中で、友之助さんっていう着付け師の先生が、教えてくださってる方法で、脇を解く半襦袢の作り方ですね。こちらもね、すごく参考になるので、よかったら三角さんの動画もご覧になってみてください。脇はもうほどくだけなので、リッパーでどんどんほどいていきます。身厚のところまで完全に外してしまいます。そして脇のところはもう布端の耳になっているので、まつらなくてもいいけど、まつってもいいですよっていう感じですね。気になる方は、まつるといいかなと思います。気にならない方は、どうせ自分のなんでいいかなって感じですね。はい。で、一応ね、背中の部分を三つ折りにして、まつっていこうかなと思っています。ここも結構ね、着物の生地ってすっごく折っ
った密度が濃いというか、すごくね、綿密、なんていうか、あんまり簡単にほどけてくるような布地じゃないんですよね。なので、そんなに気にならなければ、切りっぱなしでもいいかなっていう感じではありますね。はい。で、一応ね、ここは、釣っておこうかなと思って、出来上がり線で、まずアイロンをかけます。私、今年ティファールのアイロン買ったんですよ。なんか序盤にたくさんアイロンかけなきゃいけないんで、20年近く使ってるアイロンじゃもうダメだと思ってティファールのアイロンを買っちゃいました。すっごくいいです。一発でシワが取れます。いやー、いいですね。ティファールのアイロン、さすが、和裁師さん、皆さんがね、使ってるだけあっていいですね。はい。ではね、三つ折りの部分はもうパパッと早送りで終わらせてもらっちゃって、ここはね、背中側の裾を三つ折りにして縫ってるところですね。適当ですね。1センチぐらいの縫い目でザクザク縫ってます。自分のなんで。こんな感じです。で、一応ね、両脇もなんとなく縫っておきました。その方が気持ちがいいかなと思って、両脇縫ってあります。で、前身頃なんですけど、なんとね、私、ちょっと、やっぱ切り方間違っちゃったみたいで前身頃襟合わせをすると、すっごい短くなっちゃったんですよね。なので、ここは縫わずに、伸ばしたままで、ちょっとでも生地の長さをね、稼ごうかなと思って、そのまま行ってみようかなと思っています。で、襟を固定するための紐も背中につけてあります。このやり方はね、別に動画があるので、そちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。では、半襦袢の方は出来上がったので、裾よけの方を作っていこうと思います。準備するのは、さっきカットして残った裾の部分ですね。それと、この布は正剣の白生地を、このね、オレンジの染料と同じ時に一緒に染めた生地なんですね。これを、剥ぎ合わせていくだけですね。あとはもうね。裾よけの幅より、この正剣の方が長いので、真ん中を中心線を合わせて、両側に正剣がはみ出るような感じで剥ぎ合わせていきます。ここは強度がね、心配なので、ミシンで縫うことにしました。ミシンも、2度縫いですね。しっかり剥ぎ合わせていきます。はい。では、早送りで、あっという間に剥ぎ合わせが終わります。はい。では、出来上がりました。こちらが裾よけの方ですね。お腹周りは正剣の布なので、冷え性の方にはお腹が温まっていいかもってちょっと思いました。で、半襦袢の方ですね。こちらもこのように出来上がっています。半襦袢作る方の中には、袖のところはね、筒袖にする方もいらっしゃるみたいなんですけど、私は袖はそのままにしてあります。ではね、着ていこうかなと思います。私は前からも申し上げているんですけれども、着物の下はだいたいこういうスポーツウェアを着ています。速乾性に優れてて、サラサラしてて、機能的なインナーが多いので、もうトレーニングパンツと T シャツですね。これが最高です。はい。裾よけの方を巻いていきます。裾合わせをして、シルクなのでね、ちょっとね、伸びが良くて、なかなかいいかなと思いました。ギュッと締まる感じですね。ちょっと、結ぶのはね、ちょっと確かに結びにくいんですよね。ちょっと太いのでね、ここを少し改善点かなと思うんですけど、とりあえずはこのままでやってみます。ギリギリですね。もうちょっとね、長さがあればよかったなと思います。このオレンジの正剣は、たまたまちょっと染めてみようかなと思って染めただけで、こういう半襦袢のね、裾よけの足し布にしようと思ってたわけではないので、たまたま偶然染めてただけなので、もしあれだったら違う、もうちょっと長めの布でもよかったかなと思います。はい。で、半襦袢に襟芯を入れます。私、いつも襟芯の入れる方向が本当にわかんないんで、一回自分の首にかけてからそれから襟芯入れてます。それだとね、間違いがないのでね。はい。
で、上半身の補正なんですけど、私はさらしをね、使って、胴回りをね、こう均等にならすような感じに巻いてるんですね。今ね、バスオブラがね、いろいろ世の中あるじゃないですか。まあ、この間、なんだっけ、ペタ胸メーカーとかも買ったんですけど、私としてはもうさらしがね、一番使えるなって思ったので、さらしでいいかなって思ってるんですよね。ブラって必要ですかね？ブラね、しない方ががね、なだらかになって着物を着るときはね、いいんじゃないかなと思うんですよね。お洋服の時はね、そういう下着でスタイルよく見せるっていう方法はありかなと思うんですけど、着物の場合は、なるべく寸胴で凹凸がない方がいいっていうわけじゃないですか。そしたらブラしなければ自然とそうなる気がするんですけど、どうですかね。まあ、それをね、さらにさらしで全体的に固定すると、すっきりしていいと思うんですよね。と、私は思っています。はい、襦袢の方ですね。襟合わせをすると前身頃がね、斜めに生地が向かっていくので、こんな感じにね、ちょっと後ろ身頃と比べて前が短くなっちゃうんですよね。なので、縫わなかったんですね。ただ、前身頃だけを後ろよりもちょっと長く取ろうと思うと、今度は裾よけの方の生地が足りなくなりそうな気がするので、そこはちょっと良し悪しですよね。まあ、前身頃足りてるので、まあ、ギリギリ。なので、まあ、こんな感じで、裾焼きも作れるんだったら、ちょっと前が短くても、これで良かったのかなって思います。はい。じゃあ、襦袢は着た感じは、こんな感じになります。ちなみにですが、この足し布に使った証券の生地ね、これはお湯でかなりもう縮めてあるので、このままお洗濯しても大丈夫です。全身の方もね、取ろうと思ったんですけど、なんかすごい変なエフェクトかかってて、頭がね、いつもよりボワンと大きくなったり、小さくなったり、なんかちょっと、はい、頭の方は無視して、この襦袢の感じを見ていただけたらいいかなと思います。こんな感じです。まあ、使えそうですよね。半襦袢の方が絶対着崩れしないと思うので、活用していきたいと思います。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はこんな感じで長襦袢から半襦袢と裾行きを作ってみました。皆様の参考になれたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。